スマートフォンの画面にポツンと配置された、黒い地球儀のボタン。はい。これをタップした瞬間、あなたの頭の中にしかなかった漠然としたアイディアが完全に歩き回れる360度の空間として現実に出現する。まるで SF 映画のワンシーンですよね。ですよね。でもこれ遠い未来のコンセプトビデオとかじゃなくて、本日2026年3月18日の Google AI とクラウドの最新アップデート資料に実際に記載されている現実なんですよ。本当に驚きですよね。これまでの検索って、すでに存在する情報を倉庫から探し出す行為だったじゃないですか。ええ、そうですね。でも今起きているのは、存在しないものをその場で現実に引きずり出すっていう全く次元の異なる現象なんです。なるほど。というわけで今回の深掘りへようこそ。今日はこの膨大な資料の山に飛び込んでいきます。よろしくお願いします。私たちのミッションは単なる機能追加のニュースを慣れつことじゃありません。よし、これを紐解いてみましょうか。はい、一つずつ解き明かしていきましょう。ええ。情報検索からコンテンツ生成、そして空間の創造へ、AI が単なる質問に答えるツールから共に世界を作り上げるパートナーへとどう姿を変えているのか、そのパラダイムシフトの全体像を今これを聞いているあなたの視点から読み解いていきます。今回の資料を通じて、あなたが点と点をつなぐ体験ができることを楽しみにしています。はい。表面的なアップデートの裏側で、テクノロジーのアーキテクチャそのものが根本から再定義されようとしていますからね。ではまず、私たちの日常的な入り口である検索画面の進化から見ていきましょうか。そうですね。そこが全ての始まりですから。資料に、AI は私の視覚的な検索をどう理解しているのかっていう記事がありましたよね。アスカーテックの記事ですね。検索バーには何でも聞いてって表示されていて、さらに重要なのが、アメリカの全ユーザーに向けて、Canvas in AI モードが展開されたっていう発表です。はい。これ単なる検索結果の表示じゃなくて、検索画面から直接ドキュメントを起草したり、インタラクティブなツールの構築ができるようになったって記されてるんです。ここが最初の本当に重要な転換点なんですよ。というと、これまでって検索エンジンと作業環境は完全に分断されていましたよね。確かに。検索して、その結果をコピペして別のアプリに持っていくみたいな。別のアプリケーションに持ち込んで初めて作業が始まっていたわけですが、キャンバスが検索モード内に統合されたことで、その境界線が消滅したんです。なるほど。例えるなら、これまでのテキスト検索がレストランでメニューから料理を選ぶような体験だったのに対して、はいはい。今回の視覚検索とキャンバスの融合は、なんというか、冷蔵庫の残り物の写真をシェフに見せたら、その場でレシピを書いてくれるだけじゃなくて、専用の調理器具まで作ってくれるみたいな、そんな感じじゃないですか。その調理器具まで作っちゃうっていう例え、すごく直感的で素晴らしいです。つまりこれはどういう意味なのってことなんですけど、検索エンジンが単なる答えを返す場所から作業を行うワークショップに変わったって捉えるべきなんでしょうか。そうですね。より大きな視点で捉えると、検索窓という慣れ親しんだ入り口から一歩も出ることなく、アイディアを形にできるようになったってことが重要なんです。思考のスピードで目の前に形ができると。でも単に早く作れるというだけじゃなくて、ここで重要なのは AI があなたの視覚的な意図をどう解釈しているかっていうメカニズムなんですよ。どうやって画像を理解しているのかですね。はい。AI はカメラの映像を単なるピクセルの集合として見ているわけじゃありません。背後にあるコンピュータービジョン技術が画像内のオブジェクトとかそれらの空間的な関係、コンテキストを瞬時に意味論的なデータに変換しているんです。なるほど。ただ漠然と見てるんじゃなくて、これは壊れた自転車のギアだとか、これは特定のフォーマットを求めている手書きのメモだっていう文脈まで理解しているわけですね。その通りです。そしてその理解した文脈をキャンバスという実行環境に直接流し込むんです。すごいですね、それ。だからこそユーザーは複雑なプロンプトを入力する手間すら省けます。このプロンプトレスな UI への移行こそがこの機能の本質的な価値なんですよ。言葉で説明しなくても見せるだけでいいってことですか。まさに、あなたが言語化できない課題でさえ AI が視覚から意図を汲み取って必要なインタラクティブツールを自動生成して解決するしまう。これが個人の生産性を根本から変える理由です。視覚のコンテキストを理解して即座にツールを生成する。
いや、それだけでも驚異的なんですけど、はい。ここからが本当に面白いところなんだけどって感じなんですよ。次は何ですか？次の資料を見たとき、この進化のベクトルがなんかさらにとんでもない方向へ向かっていることに気づきまして、ええ。プロジェクトジーニーに関する記事です。新しい世界を作るための4つのヒントっていう資料なんですけど、はいはい、ジーニーですね。実験的なインターフェースの画像があって、360度ビューの円形画像がグリッド上に並んでるんです。ええ。で、その中央に、あなた自身のものを作るって書かれたでっかい黒い地球儀のボタンが配置されていて、はい。先ほどのキャンバスが平面的なドキュメントやツールの構築という論理的で実務的なアウトプットだとすれば、このプロジェクトジーニーは空間的なアウトプットへの飛躍なんですよ。いや、ちょっと待ってって思いましたよ。ドキュメントの大きそうからいきなり新しい世界の創造に飛躍するなんて。あははは。あは、確かに急展開に感じますよね。この黒い地球儀をクリックするだけで360度の空間を作り出せる神様モードみたいな力を手に入れたってことですか？ここで興味深いのはまさにその没入型の創造っていうところなんです。没入型。人間の欲望って 2D の仕事の摩擦が消えると、当然じゃあ平面じゃないアイディアはどう形にするのって次の次元に向かいますよね。まあ確かに。でも単なる平面の画像を生成するのと360度の空間を作り出すのとでは計算の質が全く違うはずですよね。はい、そこが非常に重要です。AI は一体どうやってただの 2D プロンプトとか画像から空間を作り出しているんですか？その鍵になるのが空間推論のメカニズムなんです。空間推論。はい。ジーニーは単にパノラマの絵を描いているわけじゃありません。はあ。入力された情報から物体の裏側がどうなっているかとか、光源はどこにあって影はどう落ちるかとか、はいはい。さらにはこの空間の重力や物理法則はどうなっているかということまでリアルタイムで推論して予測しているんです。つまりただの画像ジェネレーターじゃなくて、裏側で簡易的な物理エンジンとか 3D レンダリングエンジンをその場で組み上げているようなものですか？まさにその通りです。うわー、すごいですね、本当に。大量の映像データとか空間データから世界がどのように物理的に構成されているかっていうパターンを学習しているからこそ、見えない部分を正確に保管できるんです。なるほど。先ほどあなたが言ったシェフや大工のチームが今度は物理法則を持った一つの宇宙を丸ごと作り出しているわけです。凄まじいですね。私最初この360度空間の生成って単なるゲームとかエンタメ向けの機能かと思ったんですよ。最初はそう見えがちですよね。でも今の話を聞くと、これって私たちがアイディアを共有するための言語そのものがテキストとか 2D の画像から 3D の体験へと進化している証拠なんだなって感じます。その通りです。例えば建築家がクライアントにスケッチを見せる代わりにこの空間を歩いてみてくださいって即座に生成した世界に招待するみたいな、そういうことがこの黒い地球儀のボタン一つで可能になるわけですよね。はい。人間は本来空間の中で物事を認識して記憶する生き物ですからね。確かに文字より空間の方が自然ですよね。情報を 3D 空間として直接出力できるということは、人間の最も自然な認知モデルにテクノロジー側がようやく追いついてきたと言えるでしょうね。視覚の文脈を読み解くキャンバスから物理法則まで推論するプロジェクトジーニーの空間生成まで、なんかすごすぎてクラクラしますけど。情報量が多いですからね。ここで一つの大きな疑問にぶつかるんですよ。何でしょう。これほどまでに高度で膨大な計算リソースを必要とする一連の魔法を一体どうやって日常的なスケールでしかも遅延なく動かしているのかってことです。インフラの話ですね。はい。そこで登場するのが2月に発表された AI ニュースのカルーセル画像にあった情報です。そこにジェミニー 3.1 プロ、そしてナノバナナ2っていう謎めいた名前が記載されていました。出ましたね、ナノバナナ2。何ですかこれ。名前のインパクトが強すぎますよ。技術の世界では時折こういう開発者の遊び心がそのまま表に出たようなコードネームが登場するんですよ。いやー、それにしてもバナナって。でもこのおどけた名前の背後にはおそらく非常に高度な技術的試行錯誤が隠されていますよ。ソースには具体的な機能は書かれていませんでしたが、気になりますよね。ただ私が本当に注目したいのはその隣にあるロゴの方なんです。はい、ジェミニー 3.1 フラッシュライトですね。そうです。大規模な知能のために構築されたって併記されているんですが、私このフラッシュライトっていう名前を見たとき、最初は単にパラメータスを削った劣化版というか、スマホ向けのおまけ程度のモデルかと思ったんです。なるほど。でも、大規模な知能って書いてある。ってことは、これ単なる軽量化じゃなくて、
手元の端末で推論を完結させるための新しいアーキテクチャって捉えるべきなんでしょうか？いやー、これは重要な問題を提起していますね。あなたのその推論、非常に鋭くて的をしていますよ。おお、合ってましたか？ええ、ライトっていう言葉を機能制限版と捉えるのは旧来のソフトウェアの感覚なんです。ほう。じゃあどういう意味なんですか？ジェミニー 3.1 の文脈におけるライトとは、あらゆる環境で即座に応答するための極限の最適化を意味しているんです。つまり、遅延を徹底的に排除するためのモデルってことですか？そうです。もし先ほど話した視覚検索による意図の抽出からキャンバスでのツール生成、さらには G2 の 3D 空間構築まで、はい。これらをすべてクラウド上の巨大な一つの AI モデルで処理しようとしたらどうなるでしょ通信の往復だけで遅延が発生してますよね。う。ええ。そうなると思考のスピードで形にするっていう魔法は解けてしまいます。なるほど。だから役割分担が必要なんですね。そうです。より大きな視点で捉えると、ここで起きているのは計算処理の分散なんです。分散ですか？はい。フラッシュライトのような超軽量かつ高速なモデル化、あなたの手元のスマホやスマートグラスで即座に視覚情報を解析して意図を汲み取る。うんうん。そして、ジーニーの物理演算とか複雑なコーディングが必要な時だけ、クラウド上のジェミナイ 3.1 プロにシームレスにバトンを渡すんです。ということは、ふざけた名前のナノバナナ2も、特定のセンサーとか IoT デバイスに組み込まれるような局所サイズの特化型モデルの一つなのかもしれないですね。その可能性は非常に高いですね。重要なのは、これらが単一の巨大な脳としてではなく、適材適所で連携するエコシステムとして機能している点です。エコシステムとして。だからこそ規模、スケールという言葉が使われているんです。地球上のあらゆるデバイスでどんな通信環境にあっても、まるで空気のように AI の知能を行き渡らせる。はい。その強固なインフラストラクチャーがあるからこそ、私たちは表層のキャンバスやジーニーの魔法を何の摩擦も感じることなく享受できるんですよ。いやー、点と点が完全につながりました。すべてが連動しているんです。最初にお話しした検索の概念の崩壊。これって単に UI が変わったっていう話じゃなくて、裏柄のエッジからクラウドに至る計算アーキテクチャの進化と、表面の空間推論やプロンプトレスな体験まで、全てが緻密に計算された壮大なパラダイムシフトだったんですね。まさにその通りです。そしてその恩恵を最も受けるのは、今これを聞いているリスナーの皆さんなんですよ。そう、ここが一番重要ですよね。今日私たちが紐解いてきたこと、視覚的な意図を理解するビジュアルサーチ。はい。そこから直接ツールを構築するキャンバス。そして黒い地球儀のボタン一つで360度の空間を作り出すプロジェクト G に。これらがあなたにどう適用されるのか。はい。それはあなたが情報をただ検索して消費する人から、ツールや世界そのものを息を吐くように作り出す人へと変貌するための史上最強のインフラが整ったということです。本当にその通りですね。これまでアイディアを形にするためには、プログラミング言語とか 3D モデリングソフトの使い方を学ぶっていう翻訳作業が必要でした。学習コストが高かったですよね。でも今 AI がその翻訳をリアルタイムで肩代わりしてくれるんです。アイディアさえあれば、それを妨げる摩擦はテクノロジーが全て吸収してくれる時代になったわけです。摩擦がなくなるか。はい。そこで最後に、これを聞いているあなたに一つ挑発的な問いを投げかけたいと思います。なんでしょう？エッジとクラウドがシームレスに連携して、AI が 2D の画像から空間の物理法則まで推論し、私たちの思考のスピードに合わせてツールや世界を具現化してくれる現在。これからの時代における唯一のボトルネックは、もはやコンピューターの処理能力や通信速度なんかじゃありません。それは私たち自身の想像力の限界になってしまったんじゃないでしょうか。なるほど。私たちは今、テクノロジーの限界を試しているんじゃなくて、自分自身の想像力の底の深さを試されているのかもしれないですね。そうなんですよ。もはや私たちは検索窓に答えを求めているんじゃないんです。私たち自身の想像力の境界線を探しているんです。あなたの頭の中にある世界を次はどうやって具現化しますか？楽しみですね。ぜひご自身で考えてみてください。それでは今回の深掘りはここまでです。次回もまたあなたと新しい発見の旅に出られることを楽しみにしています。